こんにちは。違う、こんばんは。こんばんは。EDP アコです。こんばんは。あ、待ってよ。ゆりちゃんモータース、あれじゃないライブやってんじゃないの？いやー、8時46分に。なるほど。雑談タイムと、聞き見逃した。しょうがない。しょうがない。しょうがないっす。ゆりちゃんモータースのライブに登場できませんでした。ED ピアコです。こんばんは。おはようございます。はい。これで、ライブが戻ってるかな？ライブの声は。大丈夫です。ライブの声戻ってきております。それではですね、皆さん大好き、アッカーマン。コミーさんも大好き、アッカーマン。はい、コミーチャンネルのまず CM から入ります。どうも、コミーです。ちょっとお邪魔します。はい、お邪魔してください。はい、コミーです。こんばんは。アコさんのチャンネルにお邪魔してます。コミーのラジコンチャンネルよろしくね。はい、そのままコミーのラジコンチャンネル。コミー RC でも実際検索出てくるんですよ。そう。というわけで、そちらの方も登録をお願いします。明日はお仕事が早いので、もう帰りたいって言ってます。ありがとうございました。お疲れ様でございました。というわけで、今宵、ラジコンドリフトの一番なんて言うんでしょうね。みんな旅に出るところですね。アッカーマンって何かって話なんですが。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、アッカーマン。これですね。まあ今空中に浮いてるんで、バンプ変化ある車なんでね、この車は。この向いてる角度と、ここの、左タイヤ、これ左タイヤです。左タイヤの向いてる角度と右タイヤの向いてる角度の違いですよね。まあ RDX はいっぱい、これ RDX なんですけど、RDX はいっぱい切れるっていうところなんですが、ほぼ90度に近い、80度とかなのかな。それマイナスちょっとね、角度がつかない。そのばらけ具合のお話です。アッカーマン、一番わかりやすいのが、まず、秀樹スタイル様。はい。今宵はアッカーマンで参ります。すいません。とりあえず、基本中の基本なんですが、こういうふうにね、目の前、この向きで見てください。見たところ、どっちから見るんだっけな。まあ、どっちから見るかは自分で決めてればいいと思うんですよ。決めてればいいとして、で、これ一回閉じよう。ここにしよっか。ここにした方が見やすいのかな。見にくい。はい、全然見えない。そうですね。で、基本的には、この角度に対して、この角度が、この手と手の角度が開いてる。
のが基本なんですよね。ちょっとだけ開く。全域に対してまっすぐか開くのが常にね、こっち向きでもまっすぐかちょっと開くが基本なんですが、こんばんはピコさん。ピコさんも夜更かし族ですね。稀に途中でこっちの角度に対してこっちの角度が追い越す。要はこの手と手の向きをね、まっすぐ向かっていくとぶつかるようなガーマンになっている方がいらっしゃるんですよね。そうなるとどうなるか。まあざっくり言うとフロントが止まる、走らない、巻く。なので、これ分かりやすいです。それがどんどん開いていくとよく走るところが出てくる。で、それを通り越していくともうぼやぼやにぼやけて、また逆にね、また巻いてくるとこ出てくると思うんですよ。ちょっとわかんないですけどね。あんまり詳しくないんで。ということで、この若干閉じてる方。だから、ニュートラルのステアリングに戻したときに、トーイン。ちょっとしたトーインから始めていきたいと思います。それが一番わかりやすい。トーインの車、どんな風に走るのか。これを、まず、やってみましょう。まあまあ今ね、走ってるところから、ネジの角度で言うと、270度。270度なんですけれども、まあ1回転にちょっと満たないぐらいね、4分の3回したんですけれども、これね、多分見づらいかもしれないですが、頑張っていきましょう。はい、外カメ。これ。これだったらわかるな。こっちが結構真横まで行ってないのに、こっちが真横に向かおうとしてる。で、この向きとこの向きがバッすぐ交差する感じ。これが一番、なんて言うんだろうな。内回ってるやつ。多分これ走んない。こっちもね。この向きに走ろうとしてるけど、こっちはこの向きに走る。こことここの延長線がぶつかる。これが一番走らないであろうやつなんですよ。これを残しておきましょう。動画にね。はい。このプランプランが邪魔ですね。プランプランを取る。で、多分ここら辺でもうすぐ出るんじゃないのかな。いつものここら辺。これこうしよう。はい。レンズは外して、ここでいきます。まずは今のアッカーマン。まあ、フロント狭まりですね。で、必ずアッカーマンいじった際には、ジャイロのエンドポイントを、ね、きちんと出しておきましょうっていう注意事項があるんですが、まあ簡易的に走ってしまいましょう。もう、ここでスピンモードできちゃいました。こんな感じ。もう少しね、大きく走ろうとしてるんですよ。大きく走ろうとしてるんだけど、大きく走れない。どんどんフロントが、ほら、切れ込んでいっちゃう。リアはどんどん先に行こうとする。でフロントに引きずられて、巻いていく。こういう向きになってくるんです。でここで大きく回ろうとしても、ここで大きく回ろうとしても、内側に入っていっちゃう。まあ、スピンしに行く。こういうことです。これが、ブッブーなやつですよね。アッカーマンとしては、閉じ閉じ。ずーっと全域にわたって、ニュートラルで閉じてます。切れ始め。まあ、3箇所ぐらい見ればね、大体なんですけども、大体わかるかなとは思うんですよ。一貫で弦を落とします。ニュートラル時にトーイン。で、ちょっと切れたとこでも、こっちがまっすぐに対してこっちが切れ込んでる。で、最大切れた時にも、このまっすぐに対してこれが切れ込んでる。ずーっとすぼまってるものっていうのはやっぱりどぎつい。なので、
ちょっとだけタイロットを短くして、タイロットを少し短くして、どんな具合になるか。今ですね、90度2回。なので、180度回しました。最後の最後にはもう本当にね、分数で言ったりするんですよね、人によってはね。1回転が60分、30分が半回転、4分の1回転が15分。まあ、最後は5分単位で、スーパーエキパの方たちは調節したり、セッティング出したりするそうなんですが、まあ、今はとりあえず180度広げました。分数で言うと30分。ここでね、ちょっともたつくんですよね。最後のところで。比較的今ね、ここが今一番出るわ。ここです。いきます。ここで振り出して、巻き込ませつつ、これ立ち上がりたいんですよ。ただ最後のところで、まだまだドリフトしていこうとする感じの動き。これ。まあ立ち上がろうと思えばなんとか無理やり立ち上がるんですが、楽には立ち上がってくれない。ずっとフロントが粘ってドリフトしていこうとする。こういう時はいいんですよ。ここだな。こういう時は、この振り返しとかでは、最後まで粘ってくれて、パンといけるんだからいいんだけども、でも、一応感触としてはね、ずーっとね、ドリフトしてる。ずーっとドリフトしようとしてることに、車がなっています。なので、またちょっと広げていきましょう。これだんだん広げていくっていうね。それで、どこで動きが良くなるでしょうっていうのを、普段ね、人におすすめするときも、閉じ気味からスタートしてみてくださいよと。で、良くなるとこあるからっていう話してるんですね。それをあえて自分もやってみましょうということです。はい、巻き込んだ、立ち上がる。ここら辺、そうなんだよな。結局今、元のセッティングが270度回したって言ったじゃないですか。で、270度タイロットを伸ばしたものに関して、180度を戻してきた。で、もう一回90度戻したんで、今は元なんですよ。元だからやっぱり僕はやりやすい。繰り返しも比較的僕としては思い通り、思った感じで振り返せます。少しフロントが抵抗になって、アクセルを入れれば角度が増していくし、アクセルを緩めれば立ち上がっていくしっていうことなんですよね。自分がやりやすいポイントっていろいろあると思うんですよ。車により、ジャイロにより、各々あると思うんで、それは自分のやりやすいところを何度も探してもいいんじゃないかなって。で、ちなみにさらに、タイロットを短くします。今、90度。いや、180度いこうか。180度タイロットを回します。そうすると、どんな動きになるか、ここはね、多分ね、わかりづらいんですよね。わかりづらいんですよ。開いてるとこからいいとこまで行く。そっからは、わかりづらいはずなんだけど。これ。今出ました、ちょうどいいのが。こっから、振って回し込んでいくんだけど、これ。回し込んでいけないんですよね。フロントがふわーっと外行っちゃうんですよね。ここも、そう。自分が思ったよりも大きな円を描いていくんです。ここで、少しずつ外に行っちゃうんですよ。なので、僕としてはちょっと違うかなってとこなんです。こう、外に行っちゃう。その代わり、
なんて言うんでしょうね、フロントが先に走っていく感覚。だから角度がつかない。角度がつかないから、コーナーの外に流されていくような感覚になると思うんですね。で、ここで、ジャイロも関係するじゃないですか。少しジャイロ原因を落とせば、多分巻き込んでいくんですよ。今3落としました、ジャイロ原因。ほら、巻き込んでいくの。だからって、さっきのアッカーマンの状況と同じような動きするかって言ったら違うんですけれども、どこが好きかって話なんですよね。そう。で、ここ。晩は。晩は、クロちゃんちゃんさん、こんばんは。僕としては赤マンが開きすぎてきたところで、ジャイロゲインちょっと落として普通に走れるようにしたところで、ここで差が出ます。ここで角度がつきすぎちゃうの。いきます。ちょっとコードプランプランしてるんですが、コードプランプランを避けて、これ向こうから来たときに、こういう、あぶねっていう振り出しになっちゃうんですよね。だから、アッカーマンとジャイロゲインの感じの関係で、この、なんて言うんだろうな、この S 字。僕としてはね、この低速の S 字のところで、具合をよく、ジャイロゲインをしました。なので、さっきとあんまり変わりなく、でも振り出しすぎ危ないってなって、すっぽ抜ける感じなのかな。すっぽ抜ける感じなのか、止めきれない感じなの。まあ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 、結果はそういうことです。同じです。大体同じだと思います。いや、ちょっとコーナーアウトにはらんでいっちゃいますね。今のが最悪だった。ここでね。普通にさっきまでの車として運転すると、違うな。そうじゃない。そうじゃなくて、いますよ。ここで伸ばしてくる。ちょっとどぎつく角度入るんですよ。なので、ますます難しくなってくる。だんだんちょっとずつね、難しくなってくる。ただし、ドリフトアングルつかないんで、速いんですよね。だから、その速さを一概に求めて、ただただ速さを求めていくと、ちょっとね、開き気味のアッカーマンって速かったりするんですよね。コーナーでね。まあ、コーナーの部分とストレートの部分また違うと思うんですけれども、で、また、今、さらに90度、パイロットを短くしました。短くしたとこでどうなるかという話です。はい。もうここで、どんどん立ち上がろうとしてくるんですね。ここで、そうそうそう。さらにここで言えば、ギリギリドリフトアングルを残したまま、向こうの方から、ここからね、こっからドリフトアングル残したまま伸ばしていきましょうっていう場所なんですけど、そこでも今、戻っちゃいましたね。から、戻さずに頑張ろう。頑張れば頑張れるんだな。頑張れるんだけど、もう戻ろうとしてます、すごい車が。
ここで言っても、あ、戻っちゃう。そう、一回戻っちゃってますね、今のはね。ただし、アッカーマン開いてる方って、そんなにね、どぎつくはないんですよ。どぎつくね、やりづらいってところではないんですよね。だけに、今もね、ここで、ここの部分。この部分で、外の壁にね、ドンってぶつかりに行ってるんですよ。ただし、動きが穏やかなんでね、なんとかね、いった。うん。今のはわざとでもないんですけれども、車がそっちに行きたがってる。なんとかギリギリね、指でカバーすることはできるんですけれども、どん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 外にはらんでいくような車になってくる。というのが、アッカーマンが開いてる。初期から、ちょっとこれ見てみましょう。ここで見ればいいかな。これ。今、トーアウトです、結構。これで見えてるかな。見えてますか？あ、もうちょっと前がいいか。ここら辺で。はい。今、アッカーマンがトーアウトです。で、初期の切れたところ。じゃあ、こうしましょうか。こうした時にまっすぐに対して、これがやっぱりちょっと左向いてる。僕から見て左。で、さらに全部切っていくと、まっすぐ。このまっすぐに対してこっちがやっぱ左向いてる。で、最後は、もうこれに対して結構こっち向いちゃってる。これに対して向いちゃってる。まあ、前切りここですね。前切りここに対してこっち向いちゃってる。っていうアッカーマンなんですよ。これがタイロットでいじる。だから基本的には全域で閉じてくる。で、全域で開いていくのがタイロット。タイロットでの、ここのね、ステアリングの、これ。これでいじった時のアッカーマンの変化でしたということですね。なので、ちょっと今戻していきます。えーっと、僕の調子いいところはどこだったのか。これちょっといじるとね、もうどんどん変わっていっちゃうんでね。自分の車の調子いいところがどこだったのか、どんどんわかんなくなっていきます。この動画を撮れば撮るほど、調子が崩れていくと。まあいいでしょう。じゃあ、こんな感じでね、ちょっとこの低速のセクションを全体的に映す感じで、元の乗り味に戻ってるか。どうだろう。いや、ちょっとダメだな、この振り返し。ちょっとした、えっ、と、これは、トーアウト具合を感じるな。トーアウト具合を感じます。なので、もう少しタイロットを伸ばして、少し、トーゼロ、トーイン方面にね、トーゼロに向けていきます。まだ開いてました。あ、ここら辺だ。
いや、ちょっとおかしいぞ。はい、これ沼です。沼にはまりました。やばい、やっぱやっちゃったな。ちょっとこれは開くのかな。どっちだべな。どっちだ。どんな感じだったっけな。いや、やっぱちょっと開きだな、これ。ちょっと開いて。はい。ちょっと開いてみました。ここら辺かな。ああ無理やり立ち上がろうとすると立ち上がれる。少し巻き込もうとすれば巻き込んでくれる。あ、そうそうそう。なんか変なの出たな。変な動きがちょっと出る。もうちょっとだけ。ほんのね、ツンツンぐらい開いてみます。ここら辺で終わりにしときましょう。アッカーマンはちょっとね、いじりすぎると本当にいじればいじるほどどっか行っちゃうんで、さあ、これで最後にしましょう。なるかな。なんとかまあ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 でしょう。どうなんだい。うわなんか変なの出たな。変なプリが出たな。意図しないプリが出ました。やばい。もしかして、私、ハマったかもしれません。むしろ、もうすでに、ハマったな、っつって。ニヤニヤされてる方もいるかもしれない。ハマってます。ハマった。いじるんじゃなかった。いや、悪いとこないぞ。ちょっとそのままフルコース走っちゃいます。フルコース走ってどうだろう。ここでプリが出なければ。まあ、止まったでしょう。じゃあ逆走も一丁。逆走もできますね。
よし。悪くないでしょう。ちょっとある程度は戻りました。すいません。一旦これで元通りということで、とりあえずはね、アッカーマンその1、タイロットをいじろうの件ですね。それは、こんな風に変わりますって話です。あくまでね、今後始められるであろう初心者系の方ということでお伝えしてるんで、普段お話僕よくされるような方たちには一切ね、参考にならないとは思いますが、で、今日はこちら、この、見えないな、ここ。タイロット。ステアリングを押したり引いたりする。はい。タイロット。これですね。これをいじったんですが、第2回。第2回もあります。その1ってもともと書いたんでね。第2回は、この、ワイパータイプにしても、スライドラックタイプにしても、この、突き出し量。突き出し量で、このね、ネジの出てる、ボールの出てる量を増やしていくと、最後のこっち側の切れ角が増すという噂があります。そちらについても次回ね、やっていきたいと思います。というわけで、アッカーマンその1。お付き合いいただき、ありがとうございました。一旦アッカーマンここまで。はい。では、アッカーマンいじるときは、デジタルノギスでね、数値化してから。確かに。そうですね。そうなんですけど、でも、戻ったような気にごめんなさい。マイクをいじってしまいました。戻ったような気になって、元に戻ってるはずなんだけど、なんか違う気がするな、みたいな気がするのも、アッカーマンじゃないですか。って思いません？すいません。はい、ドアップアーコです。すいません。っていう気がするんですよ。こんな動きはしなかったはず、みたいな。なので、タイロットってアナログじゃないですか。デジタルノギスであっても、なんか、ちょっとアナログ的な部分。アナログっていうか無段階な部分ってすっごい難しいと思うんですよね。一方、第2回の方で、そう、まさに泥沼なんですよね。そうですよね。はい。で、一方でね、この突き出しの量に関しては、定量で1ミリとか0.5ミリとかこう増やしていって戻すだけなんで、基本的にはもうこれで戻った。なるんで、そっちの方がね、もう戻った。これは自分の指が失敗したんだとかね。そういうふうに理解できるんで、諦めつくと思うんです。というところで、アッカーマンなアッカーマンもちゃんとやってこう。アッカーマンやる前にあれかなバンプステアもちょっと改善の余地あるのかなまた今度誰かドノーマルの RDX 組んだらやらしてもらおう。基礎に戻るみたいな意味で。って思います。ちょっとフロント走んなくても、ヤッホーです。リキヨッシーさんは確か東北の方の方というイメージで覚えておりますが、よろしかったでしょうかね。もう2時も過ぎているというのに、誰もいらっしゃらずに、ライブを終えてね。で、明日、あいつ夜中あんなことやってたんだ、みたいなね、感じでライブ残ってるかなと思ったんですが、こんなに来ていただいてありがとうございます。アッカーマンでした。かれこれ
10分、15分のコーナーのイメージだったんですが、30分やらせてもらっちゃいました。すいません。というわけで次回は、その突き出しの量をやっていきます。ですね。まあ、何しろ、ドリフトのラジコン、フロント、結構、ね、重要な部分、あると思うんで、はい。そこ、また集中的にね、やってまいります。で、それを真面目にやっていくのをちょっとね、くたびれたなーってところで、ネジ遊びとか、そういったものをね、まあ、実はネジ遊びしてるんですけど、この車もね。ここら辺もネジ遊び。この間のね、補強のスペーサー、ポストも立てたりとか、やってたんですけれども、まあ、それもたまに交えつつ、またアッカーマンに戻りつつみたいなね、感じでいきたいと思ってます。徳さんが RDX 買うとか言ってましたよ。僕も見ましたよ。ツイッター、X、旧ツイッターですね。あちらの方で、息子用とか言いながら RDX みたいな感じで書いてましたよね。なるほど。RDX 突き出し難しいとのこと。まあ、正直ね、僕、RDX で突き出しはやったことないんですが、タイロット全切りの時にダンパー干渉する。そうですよね。ステアリング全部切った時に、だいたいこっち側のタイヤが増して切れるっていう話なんですが、増して切ったところでダンパーがギリギリ危なくなってくるとかね。そもそも RDX ってもうこの外側のタイヤ、これ外と一応便宜的に呼んでるんですが、実車税逆なんですよね。前です。実車税逆なんですが、外切りのところがもともと大きいんですよね、RDX。なので、これ以上切ることは多分ないんだろうなと思いつつ、じゃあ、外を切らすために、元トーアウトからの、元トーアウトからの外が切れるみたいなね。うん。そこでやってみるのが多分、次回その2なのかなって思ってます。ダンパーが前に逃がせない。そうですね。このタイプだとね、ダンパーをそのまま1センチ前に出すとかって基本的にはできないですよね。うん、なので、ダンパー逃がして外の切れ角を出すっていうことも、例えば M シャーシの人とかよくやってますよね。ただね、これの、僕の車の場合は、すでに2ミリ2ミリ、ロアームとアッパーアームに2ミリずつスペーサーかまして伸ばしてるんですよ。だから、フロントのトレッドが広がってる状態なんで、ギリギリ当たんなそうです。当たんなそうです。ロアームにぶつかるまで切れそうです。うん。なので、第2回、それやってみようかなって思ってます。あ、どうしよっかな。YD2 でやればいいのかな。YD2 で突き出しゼロからだんだん突き出していくと、こうやってなっていくっていうところをやるかもしれないです。ちょっと次回また気分が乗ったところで考えつつやってみたいと思います。はい。では、ピコさん、秀樹スタイルさん、黒さん、かなあと多分、力よし。うん。力よしさんは東北の方だと多分、確か僕の記憶では、はい。東北の BK さんですよね。BK 様。はい。このような時間に突然ライブで、呼び出してしまい申し訳ございませんでした。一旦これでまた、ストップとさせていただき、ライブ終わりとさせていただき、ちょっとね、動画の方のサムネを作ったり、字幕を作ったり、などなどやって、それから明け方帰るのかなって思ってます。はい、黒チューブさん、黒チューブチャンネルさんも、はいっつって。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではでは、また、懲りもせずにまたライブも何もやってまいりますので、ぜひその際にはお付き合いください。ありがとうございました。あこちゃんモータースでした。